皆さんこんにちは。フランス在住の親指プチコです。また久しぶりの更新になってしまいましたが、今回は年末に日本に帰った時の様子をシェアします。実はここヘルシンキ空港です。行きの飛行機が直前に変更されて、予定外のヘルシンキに1泊することになりました。予定より半日遅れて日本に着くことになり、がっくりしている反面、空港内とはいえせっかく初のヘルシンキなので楽しむことにしました。小腹が空いていたので、フードコートみたいなところで軽食をとることにしました。来たことのない国に来ると珍しいものばかりでワクワクします。中東系のひよこ豆やヨーグルトが使われたトルティーヤのようなものを彼とシェアしました。航空会社の負担で朝夜ご飯付きの空港直結のホテルに泊まりました。新しいホテルのようで、館内もおしゃれで綺麗でした。部屋は広くはなかったですが、新しくて清潔で申し分ないお部屋でした。荷物が散乱していて生活感丸出しですが、お部屋内のインテリアもおしゃれでした。洗面スペースもとっても綺麗で、一晩快適に過ごせました。今まで運よく飛行機の大幅な路線変更なんかに遭遇したことがなかったので、よく言えば貴重な経験でした。せっかくなのでちょっとしたお土産を買いました。熊の顔がついた筆箱と彼とお揃いのムーミンのキーホルダー、あとはジンジャーブレッドです。さて、予想以上の長旅を経て日本に帰ってきたその日に家族と温泉旅行に行きました。日本に帰るたびに母が地元の温泉旅館を予約してくれて家族旅行に行きます。普段フランスで生活していると、日本に住んでいる時はそんなに新鮮に感じなかった日本らしい建築やインテリアがとても新鮮に感じます。旅館のベランダから見る眺めもとっても綺麗でした。あいにくの雨模様でしたが、地元の冬を象徴するような天候で、またこれもよし。母の計らいで普段布団で寝慣れていない私たちのためにベッドを用意してくれていました。障子や畳も久しぶりで日本にいるのを実感します。ここの旅館は朝夕バイキングでした。好きなだけ好きなものが食べられて最高。彼もご満悦のようでした。デザートももちろん忘れてません。次の朝はうっすら雪が降っていました。雪景色もまた最高に綺麗です。この底冷えする感じも地元の冬ならでは。すぐそばには川が流れていて、まさに癒しの空間でした。朝は豪華に海鮮丼とザ和食なおかずをいただきました。焼きたてパンなど洋食も充実していました。デザートはソフトクリームを自分で巻いたらすごい形になりました。朝食後はチェックアウトまで館内を彼と少し散歩しました。この階段の作りといい、旅館全体の作りが鬼滅の刃の鬼の住処みたいで、彼と2人興奮しながら散策しました。普段外国で暮らしていて日本の伝統的な建築を久々に見ると、日本に住んでいた頃とはまた見え方が違って、外国人の目から見た日本の美しさが分かってきたような気がします。館内に朝夜と無料の飲み物飲み放題のシステムがあるのもびっくりしました。フランスでそんなシステムがあったら絶対乱用する人がたくさんいるので、秩序を守る日本だから成り立つシステムだと思います。
館内の装飾も日本らしい装飾で、チェックアウトの時間までゆっくり見学しました。生け花は木を一緒に取り入れてあってなんとも力強い。上階に能舞台があるようで、ロビーには能舞台のミニチュアがありました。こちらが本物の能舞台。すぐ横に卓球台があって家族で楽しみました。日本といえば自販機。フランスにもたまにありますが、飲み物は常温です。帰りは温泉街を少し観光して帰りました。こちらは無限庵。入り口のお庭からして味があります。さらに雪も相まってとっても綺麗です。こちら石川県指定文化財に指定されている建物だそう。地元なのに行く機会がなかったので、彼も一緒に帰ったのを機に両親が連れて行ってくれました。加賀藩家老だった横山家が金沢市の邸内に建てた書院を移築したものだそう。横にカフェが併設されていて、カフェで一服して少し温まってから見学することにしました。本当はカメラ撮影禁止のようですが、遠く離れたフランスから来たので特別にということで撮影許可してくださいました。館内は古美術がたくさん展示されていました。私は古美術について全く無知ですが、そんな私のような方用に日本語版や英語版の解説ビデオが流れていました。昔ながらの日本家屋でストーブがついていてもとっても寒かったので、もし冬に行かれる方がいたら厚着していくのをおすすめします。こちらのお部屋、本来の使用目的は分かりませんが、彼の目からはヤクザの集会に使われそうな部屋に見えたそう。彼曰く右側が親分で左側が子分が座る席だそう。確かに言われてみればそう見える。窓から見る雪景色がなんとも綺麗です。日本の装飾品って繊細で品があります。黒地に金の繊細な絵が上品です。次の場所へ向かいます。道端には雪国らしく雪よけがつけられた石灯籠。次の行き先は北大路魯山人が滞在したと言われるいろは草庵です。こちらのお庭も立派。日本庭園の美しさもこの年になってようやくわかるようになりました。こちらにも雪国ならではの雪吊りされた木。入ってすぐのところにいろり。彼は本物のいろりを見るのは初めてだったようです。中庭を眺めながら日本茶とお茶菓子をいただいて、その日本らしい趣のある雰囲気に彼は感動していました。こちら芸術家、料理家と多彩な才能を持っていた魯山人の書斎だったそうです。こちらはお茶室。帰りは父母、彼と一緒に大好きな丸亀うどんへ。私はシンプルにぶっかけとイカ天、磯辺揚げ。夜は高校の同級生と一緒に居酒屋へ。彼の大好きな唐揚げもちゃっかり注文しました。何を食べても美味しい。フランスでは牡蠣は生で食べるのが一般的なので、牡蠣フライは見かけません。この居酒屋さんはご主人が狩猟好きのようで、イノシシ、クマ、鹿などのジビエも充実していました。次の日は免許センターに行った帰りにラーメン屋さんに立ち寄りました。フランスの田舎にはラーメン屋さんなんてないので、レストランでちゃんとしたラーメンを食べるのはかなり久しぶりでした。夜は父母が私と彼を割烹へ連れて行ってくれました。割烹なんてなかなか行く機会がないので味わっていただきました。それにしても石川の魚の美味しいこと。
彼は生魚そんなに得意ではないんですが、やっぱり石川で食べた魚は格別に美味しかったそう。フランスで手に入る魚と日本の一般的な魚もかなり質の違いがあるのに、日本の中でもさらに魚が美味しいと言われる石川の魚は全く別物だと帰るたびに実感します。冬といえばお鍋。一人用の土鍋、日本で買っておけばよかったかも。この私の左側にある鰹節が乗ったお料理はきくらげ入りの芋餅みたいなもので、私は大好きな味だったのですが、もちもちした食感に慣れていない彼はだいぶ苦手だったみたいです。そういえば昔、外国人のシェアメイトにみたらし団子を作った時もびっくりと嫌悪感が混ざったような表情をされた記憶があります。こちらはじゃがいもとサーモンのチーズ焼き。彼曰くフランス料理が元になっているそうで、こちらは馴染みのある味だったようです。お箸で食べるのが日本風ですが、天ぷらも言うまでもなくサクサクでとっても美味しかったです。天つゆではなくチリソースみたいなものでいただきました。北陸の冬といえばカニ。フランスではカニを食べる習慣があまりないので、カニもかなり久しぶりにいただきました。カニ味噌の美味しさに彼も感動していました。締めはお吸い物とご飯に漬物でした。どの料理も美しくて美味しかったですが、この時にはすでにお腹が破裂寸前。締めはさっぱりとメロンです。スプーンで食べるのが難しくて悪戦苦闘中。日本といえばコンビニということで、翌朝の朝食はセブンイレブンで調達しました。コンビニってなんてありがたい存在なんでしょう。魅力的なものがありすぎる。どれもこれも欲しくなって厳選するのが大変でした。彼の定番はボスのカフェオレとナナチキです。こちら戦利品です。彼も日本のコンビニの大ファンなので、2人でワクワクしながら買ってきました。ちなみにフランスにはコンビニがありません。だからいつも彼とフランスにもコンビニがあればなぁとぼやいています。この日はクリスマスイブだったので、ピザ、フライドチキン、ポテトパーティーです。姉が全部買ってきてくれました。いろいろお店を巡って大量に買ってきてくれたようで、本当に感謝です。フランスでは一般的にクリスマスにフライドチキンは食べませんが、彼と私は日本の伝統に倣ってフランスでもクリスマスにフライドチキンを食べます。今回はモスチキンにも初挑戦で、豪華にケンタッキーフライドチキンと食べ比べです。フランスにもケンタッキーはありますが、フランスで食べるフライドチキンの方が脂身のある部位が少なくて、肉がそんなに得意ではない私にはフランスのものの方が食べやすい印象でした。ケーキも2種類買ってきてくれていました。豪華すぎる。次の日は彼と友達の子供と金沢観光に行きました。私は前回帰ってきた時も母と金沢観光しましたが、今回は金沢観光初の彼と友達の子供に金沢の魅力を知ってもらおうと計画しました。前日まで天気が悪かったのに、この日はかなり運よく晴天でした。まずは東茶屋街に来ました。金沢に詳しい友達が誘導してくれたので遠慮なくお任せ。金沢の観光スポットとなると外国人も多くて、彼も街に馴染んでいました。
東茶屋街は重要伝統的建造物群保存地区に指定されているらしく、修復もまめに行っているんだと思いますが、綺麗な町屋が立ち並んでいて何度来ても素敵だなと思います。金沢といえばの金箔の白市に来ました。彼の妹と私たちが留守の間、犬を見てもらっている人にお土産を買いました。彼は自分以外の外国人が日本にたくさんいる風景を見るとジェラシーを感じるそう。日本を自分だけの特別な場所にしておきたいみたいです。私はそんな感情をフランスに感じることはないので、彼はよっぽど日本が好きなんだなと思います。今回の帰国で日本の神社にも何回か行きました。彼曰く、仏教や神道はたとえ違う宗教の人が訪れてもウェルカムな雰囲気が好きなんだそう。東茶屋街のお土産屋さんで日本らしい絵はがきやしおりもゲット。昼は友達が予約してくれたお寿司屋さんへ。魚の新鮮さが見た目だけで伝わります。フランスのお寿司屋さんに行っても魚の種類がかなり限られているので、ここぞとばかりにいろんな種類の食べたいお寿司をじゃんじゃん注文しました。このうなぎが熱々ホクホクパリパリでかなり美味でした。彼はマグロの新鮮さと何といってもわさびの美味しさにかなり感動したようです。昼食の後は金沢城へ。友達の子供がお城好きのようでスタンプを集めていました。本当はもっとゆっくり見たかったみたいですが、この後の予定もあったのでサクッと見学しました。この夏、母姉がフランスに来てフランスの城巡りをした時は彼がいろいろ説明してくれたのに、私はろくに説明もできずごめんよ。次はすぐ向かいにある兼六園に来ました。兼六園の雪吊りは石川の冬の風物詩です。この寒い時期はさすがに見かけませんでしたが、たまに結婚式の前撮りをしているカップルがいたりします。最後は武家屋敷跡を散策しました。この家の壁面につけた雪桶を見た彼は、アニメの中の世界が実在すると思わなかったと大興奮。でも中にはこんな現代的な珪藻土専門店もありました。金沢駅に戻ってきました。何度見ても独特な作りの駅です。夜はそのまま友達親子と彼とさらに両親が合流しておなじみの居酒屋へ。中学からの友達なので両親とも顔なじみで懐かしくもあり、そこにその子の子供と私の彼が加わってなんだか不思議な感じもありました。中学高校時代からはかなり時間が経っているし、最近は会う頻度も数年に一度くらいなのに、会うとお互いそんなブランクも感じないのが学生時代からの友達の不思議なところです。帰ってくるたびに会ってくれる友達がいるのは本当にありがたいことです。大人になってから新しい友達を作る機会ってなかなかないので、学生時代にいい友達に出会えて本当に恵まれてるなと思います。結婚していたりしていなかったり、子供がいたりいなかったり、環境はそれぞれですが、会うとホームに帰ってきたようなほっとした気持ちになります。翌日はモスバーガーへ。モスバーガーが日本発祥だって知ってましたか？夜は小学校からの友達とまた違う居酒屋さんへ。外食続きで少々胃もたれ気味の私と彼でしたが、これまた新鮮な食材ばかりでお店の人も親切でとってもいいお店でした。
料理の器もどれも味があるものばかりで、料理に対するこだわりが伝わってきました。小学校からの友達も相変わらず優しくて面白くて最高の時間でした。私は居酒屋大好きだし、いろんなものが食べられるので、今回の帰国にあたり、友達や親にどこ行きたい、何食べたいって聞かれるたびに居酒屋って答えていたんですが、さすがにほぼ毎日居酒屋に行くと、どんなに美味しい居酒屋でも飽きると痛感しました。フランスに戻ってから彼とそういえばあれも食べてないこれも食べてないといろんな食べたかったものを食べられていないことに気づき、次回帰る時はもう少しちゃんと考えてから行こうと決意したのでした。それから何より外食ばかり続いて母の手料理をあまり食べられなかったのが残念でした。最終日にようやく母のお手製いなり寿司を食べられて、彼も美味しいと感動していました。東京に一泊して翌朝の便でフランスへ帰りました。彼が予約してくれた羽田空港すぐ近くのホテルはモダンで綺麗なところでした。この日の夜は東京に住む彼の大学時代の友達とその奥さんとご飯を食べました。彼も友達と会って昔話に花が咲いてとっても楽しそうにしていて、私も嬉しくなりました。その帰り、ホテルの近くのコンビニに寄ってデザートと翌朝の朝食を買って、最後まで日本を満喫した私たち。さらに部屋についているお風呂とは別に別階に温泉があったので、私はもちろん温泉に浸かって温まりました。あっという間に時間が過ぎて日本に着いたのがつい数時間前の感覚です。日本に帰ってくるたびにこのまま時間が止まればいいのにと思います。彼もこのままここに入れたらなぁと言っていました。みんなありがとう。名残惜しいけど帰ります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録まだの方、ぜひポチッとよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。